はいどうも、カッパ園長です。じゃあこの動画ではね、宮崎駿監督の、新作映画、君はどう生きるか。韓国でもね、公開直後、1週間経たずに動員100万人を超えるっていうこのヒットを飛ばしてるっていう話をね、先日見ましたが、その韓国が、この作品について、100万人超える人がもう楽しんでいる中、ある、物議を醸してるんですね、この映画の内容について。この宮崎駿監督のこの新作映画が日本の軍国主義を美化していると。いつもの難癖ですよね。もうこのもうスタート直後にもうなんか違和感というか、この人たちって内容を見てないんだなってね。だってあなたが宮崎、監督宮崎駿監督の作品いくつもありますけども、ファンかどうかは分かりませんがね、基本的にこの宮崎駿監督のなんていうんですかね、この作品の、モチーフというか、その根底にあるその監督の思想心情っていうんですかね、反戦でしょ。戦争賛美とか軍国主義とは真逆の、だから結局内容はやっぱりこの人たちは見てないんだなっていうのがこういうところでもよくわかりますよね。世界中でね、日本国内でも賛否両論いろいろあって、でも話題になっている、多くの人が注目している、じゃあ一丁ってで、この絡みながらこの唾吐いていくっていうのにネタに使ってるだけっていうのがよくわかりますよね。韓国いつもこれですよね。ね。いや別にこの気に入る気に入らないはそれは見る人によっていろいろですからいいんですけども、だったら見なきゃいいじゃんって話じゃないですか。で見たね、感想が結果的にそうだったっていうんであれば、今後なんかね、このじゃあ宮崎さんのね作品には一切見向きもしなければいいじゃないですか。なんだったらほら官民一体となって、韓国では、この宮崎駿さんのこの作品アニメは、過去の作品から今現在まで一切もう扱わない、韓国にはもう取り入れさせないっていう手を打てばいいじゃないですか。本当になんかこの戦争賛美、軍国主義がっていう内容がその通りであればですよ。いいや、この韓国メディア、韓国内ではどう評価されてるのか、ちょっと部分的にね、これ、やっぱりこの内容、ネタバレの要素が含まれるんでね、これから見ますよと、内容についてはまだ知りたくありませんよという方はね、これ見ないでくださいね。ちょっと5秒ぐらい待ちましょうかね。3、2、大丈夫ですか？今いるという方は多少ネタバレの部分が含まれても大丈夫ということでいいですかね。ここから観光メディアの内容ですけども、宮崎駿の新しい作品、君たちはどう生きるかは、少年正人が、火災によって母を失うシーンから始まる。その火災がなぜ発生したかは直接的に言及はされていないが、第二次世界大戦が真っ只中だった頃という時期は、それがそのまま発生した火災というより、爆撃の影響ということを想像させる。わざわざその火をめがけて走ってですが、母は巨大な火柱の中に消える。で、戦争状況と、火災という衝撃、そして母の不在についた喪失感は、それで君たちはどう生きるかという作品が持っているファンタジーの前提となる。ファンタジーは結局、現実の欠乏や衝撃によって触発され、この世界、異世界への通路を通過するものだ。なんか翻訳が下手くそだな、いつも以上に。二次世界大戦中の子供たちがタンスを通じてナルニアというところに落ち、繰り広げられる冒険を扱ったC.S. ルイスのナルニア年代記が代表的だ。他の映画の話か。戦争という衝撃、ダンスじゃなくてタンスって言ってたよな、今。
なんでここでダンスという通路になってんだろう。なんかむちゃくちゃだな。そしてこの世界の冒険。これはファンタジーの重要な構造だ。宮崎駿が描いてきたファンタジーの世界を見ると、それでトンネルを通過する話が多い。確かにね。隣のトトロでメイが初めてトトロをお会いできることも盛んだった茂みのトンネル。なんのこっちゃ。を通過し、ミョンソヨッコ。なんでここでハングルミョンヨソッコは何の意味か、こっちには分かんないけどな。千と千尋の神隠しでも、千尋がファンタジー世界に渡ることになる、のもやはり、受賞したトンネルを通過してからだった。受賞したトンネルは一種のファンタジーの通過儀礼として、宮崎駿はその装置を持ってきて、この世界への冒険を解いていく。戦争状況に戦闘機カバーを製造し納品する工場で大金を稼いでいる父。一見すると母の死はお父さんがやっている仕事と無関係ではない。戦争は結局そうした兵器の開発、製造と関係があるしかないからだ。これは日本の幕府時代が暮れ、明治維新を触発させ、黒船来航を見てもわかるのだ。結局、アメリカのペリー提督が西洋の新式の蒸気船戦艦を連れてきて日本の開港を要求したこの事件の裏には、新しい武器技術が元になったのではないか。しかし、正人は父親が工場で作った戦闘カバーを見ながら感嘆し、自分の父の血と血を守り、受けナイフで木を削って弓と矢を作る才能を見せているが、その一方でどっか傷と罪悪感みたいなものを感じている人物だ。映画ではセリフなしの遠距離ショットで近所の子供たちとマサドがいざこざを起こし戦うシーンが登場するが、それは当然父と関係された葛藤のためだと見られる。その町内の、兵器製造をして戦争に、一役買っているという事実や、母が死んですぐに、義母ママ母をかけた事実はマサドも容易には受け入れがたいことじゃないかと。それで近所の子供たちと喧嘩してからその理由を彼は父に申し出ない。代わりに石一つ持って、私の頭をぶつけて血を流す。マサドが抱いた父親と義母に対する両家的な感情は新しい技術とその革新を通じてしようとする新しい体制について宮崎駿が持つ両家的感情のままだ。入ってこないな、いつも以上に。それに魅惑されたり、惹かれながらも同時にそれが破壊したもの、かっこ母に対する、悔恨と遺憾を持っているためだ。この両家的な感情はマサドがもう消えた母を探して空から落ちたという塔に入っていく通路を通じて冒険するようになるこの世界の風景を作り出す。この後もなんかダラダラ続くんですけども、ちょっと意味がわかんないんで、結局このなんかしらこのね、いつもこのパターンですけども、この日本のね、この、誰かとかどっかとか、企業でも人でも、作品でもサービスでも何でもいいんですけどもね、評価される、注目される、なんかもてはやされる、それが気に入らないわけですよね。だから内容が、何であれ、何でもいいからこの唾吐いて、反日パフォーマンスの、ネタに使えれば何でもいいわけですよ。で、これはだって君たちはどう生きるか、ちょっとなんか断言してしまうのは乱暴なのかもしれないですけども、反戦か反戦じゃないかって言ったら反戦映画の部類だと思うんですよね。もともとがだって宮崎駿さんがそういうスタンス捉え方をしてる人でしたよね。あとこの高畑さんとかもそうじゃないですか。この韓国メディアのこの書いた記者、多分作品は見た人だとは思うんですけども、反戦映画ですよね。で、この宮崎監督自身が語っていたと思うんですけども、この作品のテーマはこの複雑な心情を抱えた少年の成長物語でしたよね。だからこの宮崎監督の作品って結構いくつも
こういうのあると思うんですけど、この登場人物キャラクターのこの状況とかのこの詳しい説明とかは一切なく、だからまあ見た人のこの最初だから何回か繰り返してみて、でその見た人によってこの噛み砕いて、あ、これはこういうことだったんだなっていう、だから最初一回見ただけじゃこのお客さんのこの理解が追いつかないっていう特徴ありますよね。でそれがこの作品においては、特にこの顕著だと思うんですよね。だから多くのお客さんってこの作品のこの根底にあるこの例えば監督のメッセージとか、やっぱ1回2回見ただけじゃなんかよくわかんないっていう人ってどうも多そうですよね。だからまあそこまでは、ね、当然ですけど、ね、この韓国のお客さんなんかは、ね、見て、汲み取れるとは到底思えないですよね。だからまあこういう何でもいいからこの反日、反日のネタに使っているだけ、なんかこの戦争をこの連想させる、あるいはこの戦争がバックグラウンドにあるであろう、そこまでまあ見れば大体想像つくじゃないですか。だからこれはもうね、なんかこの戦争賛美だ、軍国主義だって断定してるわけですよ。全然違いますよね、実際は。だから薄い、もう上っ面だけとりあえずなんか適当に、なんかこの飛行機でも飛んでれば、なんかこの爆撃シーンとかね、炎上している、燃えてるシーンとか見て、日本の軍国主義を象徴しているみたいな、戦争賛美だみたいなことを騒いで唾吐きながら、でもう6日で100万人集まっちゃうっていう、そういうみっともしょっぱくせえ状況ってことですよね。作品を作品として見れないんだったらもう最初から手出すなよって思いますけど。ではなんかやっぱりこの作品のこの根底にあるこの思想っていうかね、そういうこのメッセージなんかまで理解するには、やっぱりこの反戦のこの訴求っていうとちょっとニュアンスが違うのかな。まあ要素がね、やっぱりこの不可欠だと。だからそれをこの説明する、だから主眼を置くために、だからまあ少年の成長というテーマは、まあそこをメインにしちゃうと、やっぱそう見にくくなるんでね。だからまあ作品におけるこの悲劇、少年にとってやっぱりお母さんが亡くなったっていうことであって、少年にとっての母親との別れですよね。その原因が戦争であって、絶対悪として、扱われていると思うんですよね。だから戦争賛美でも軍国主義でも何でもないわけですよね。で韓国メディアのこの韓国ライターが書いた韓国解釈の記事だったんで、あとはこの機械翻訳っていうのも挟まってさっぱり何言ってるのか意味が分かんなかったと思うんですけども、もともとこの少年のごめんなさい、ここからもう本当に、ネタバレになっちゃいますんでね、少年のなるべくこの控えようとは思いますけど、少年のこの家族家庭は、当時裕福な上流階級ですよね。だから上流階級、その家族に、投射される、だから善悪でいうとこの悪として描かれてるんですよね。だから作品の舞台はおそらく1994年の、夏から秋の季節っていうんですかね。ごめんなさい、間違えました。1944年から45年ですよね。戦争のこの激化してこのピークって言われる時期ですよね。だから作品内でも確か言及されてたと思うんですけども、物資が不足していると。なのにこの軍需産業、この分野の、恩恵もあって、富を享受している状況ですよね。で戦争を推進しているのにもかかわらず平穏な暮らしを享受する様は、作品の中で、このわざわざこの描写されているこの出征兵士、なんかとはこの対照的だと思うんですよ。だから軍需事業を、展開する軍需産業のこの富を享受している、この主人公少年のお父さんだから少年はお母さんの死を引きずっているのにもかかわらずこの対照的にすぐ再婚して、
で、悲しみを浮かべるシーンっていうのはお父さん側にはなかったですよね。で、例えばお父さん、見栄を張って、車でね、この少年を学校にこの送り迎えですか。で、それを見たこの同級生に、少年がこの嫌われちゃうんですよ。で、自傷行為に及んだりとか。で、その傷が、悪の象徴として、作品内でこの言及されてて、だから少年のこの内面にこの影響を与えた、なんていうのかな、この歪んだ家族像っていうんですかね。それが悪として扱われているっていう、これ以上はあれ進めちゃうと、もう内容そのままベラベラ喋っちゃうことになるので、この辺にしときましょうかね。とりあえずね、この韓国、韓国にどれぐらい宮崎作品のファンがいるのか知らないですけども、とりあえず何でもかんでもこの反日に結びつけて、ね、唾吐いてくる。やめろって言ってもやめるわけないんで、それはそれでいいんですけど、ね。だったら何回も何回も、ね、見る人がいたりとかね。だって根底にそういうこのね、この反戦とか、そういうこのテーマがある作品ってね、いくつもあるんだから、で、それをこのことごとくね、この反日で戦争賛美だ、軍国主義だなんて、ね、唾吐いてくるんだから、なんで毎回毎回見てこの同じようにこの騒いでんのかなって。話に戻りますけど、この韓国ライターが書いていた、なんかこのファンタジー言ってた、売りならファンタジーの話かなと思った人もいるかもしれないですけど、要はこの、なんていうのかな、この作品でね、この歪んだ家族像にこの投射されたこの少年の内面ですよね。これが神隠し世界の崩壊を招くっていう、そういう筋書き、ストーリーがあるんですよね。で、その根底に、戦争がそもそも諸悪の根源であるっていう、それが反戦的なこの思想だと思うんですよね。一方、現実世界でね、ロシアのこのウクライナ侵攻とかあったじゃないですか。で、最近だとこのイスラエル、ハマス、パレスチナですよね。だから戦争が現実のものとして、今生きてる僕とかあなたとか、この現代社会に生きてるリアルの人間にとってってことですよ。だから戦争に対する否定的なイメージがね、少なくとも日本社会、日本国内には強くやっぱり波及していると思うんですよ。おお、戦争だよ、かっけーとは、そう簡単にはならないと思うんですよね。日本国内の日本社会の日本国民の捉え方の話をしてますよ。だから作品ではね、反戦っていうこの要素を強く訴求しているような内容には多分なってないんですよ。でも根底にある元々のこの思想から考えると、例えば別の作品で風立ちぬってあったじゃないですか。と同じように戦争とか戦争を良しとする、だからやむなしとかねも含める、そういう人々の、だから例えば政治指導者とかの愚かさを非難するべきだっていうのが作品のメッセージにはあると思うんですよね。僕の個人的な感想はもうどうでもいいんでね、とりあえずね、韓国の人たちは作品を作品として楽しむことができないんであれば、ね、何かしらこの日本に唾吐いていく、ね、この反日のネタに使うぐらいだったら、最初から、ね、手出さない方がいいでしょう。そう言っても手出してくるとは思うんですけどね。難儀なやっちゃな、ほんと。ね、関わんなきゃいいのに、手に取らなきゃいいのに、見なきゃいいのにね。さて、じゃあ続き後半サロンの方ではね、じゃあなんでそんなことするのかと。ね、ことあるごとに日本のこの誰かとかどっかとか何かとか、ね、なんかこの世界で、ね、日本国内だけじゃなくて世界で、なんかこの評価される何かを見つけちゃ、このね、手に取ってわざわざ唾吐いていくっていう作業を、なんでこうもね、繰り返し続けるのか。これはちょっとね、そのサロンの方で見ていきましょうかね。根底にあるのはやっぱりね、反なんですよ。恨みですよね。日本は何が何でも韓国に謝罪し続けなければならないっていう、彼らの根底にある、そのなんかね、やっぱり反ですよね。これがあり続ける限りは、ね、この図式はもう今後もずっと変わらないんで。ということで、今回は以上です。